はい、今回はマザー32の解説動画のその2ということでお送りしたいんですけども、ごめんなさい、前回の動画で1点ですね、スイッチについて説明が抜けてまして補足させてください。こちら VCO モジュレーションデスティネーションというスイッチなんですけども、モジュレーション先を VCO のフリケンシーもしくはパルスウェズスのどちらかに切り替えることができるスイッチとなってます。パルスウェズスはコーラスに近い音色になります。一方フリケンシーはビブラートや動きの多いサウンドを作ることができます。ちなみに VCO モジュレーションソースのスイッチを切り替えることでも音色は様々に変化します。はい、ということで前回は VCO、VCF、LFO、エンベロップジェネレーター、そして VCA についてお話ししたんですけども、今回はシーケンサーについてお話ししたいと思います。シーケンサーは自動演奏させるための機能なんですけども、主にこのエリアのボタンを使って打ち込んでいくことになります。でこちらはですね、1オクターブ分の音階を演奏できるキーボードのようなものになっています。で上のスイッチはピアノでいう黒鍵と同じ機能を持っています。ですのでマイナースケールを演奏することもできます。マザー32のシーケンサーはですね、2つモードがありまして、1つはキーボードモード、そしてもう1つはステップモードです。この三角形のボタンで切り替えるんですけども、モードの切り替え以外にもオクターブの上げ下げという機能も持っています。ぜひまず最初に覚えていただきたいのがパターンの初期化です。シフト、リセット、パターンボタンを同時に押します。これを行うと打ち込んだパターンを一旦全部消去して最初の状態に戻してくれます。はい、では実際に打ち込んでみたいと思うんですけども、まずはキーボードモードでの打ち込みです。シフトボタンを押しながらキーボードボタンを押してキーボードモードに入ります。はい、次はレコーディングできる状態にするんですけども、そのためにはシフトボタンを押しながらランボタンを押します。ちなみに何も打ち込んでない初期状態はですね、こういうワンステップ目がずっと繰り返されるっていう状態になっています。ちなみにこの状態で三角のボタンを押すとオクターブの上げ下げができます。順番としてはオクターブを選んでから音程を選んでください。はい、では実際にレコーディング機能をオンにして音程を打ち込んでみます。入力した6つの音が繰り返されるという状態になっています。マザー32のシーケンサーは打ち込んだ一つ一つの音に様々な表示をつけることができます。まずアクセントなんですけども、こちらのリセットボタンを使います。名前の通り音を強めに発音することができます。先ほどと同じようにレコーディング機能をオンにします。そして1音目を入力します。そしてその次にリセットボタンを押します。これでアクセントが入力された状態となります。そして2音目はちょっと音程を変えて入力します。そしてランボタンを押してレコーディング機能をオフにします。そして再びランボタンで再生します。このようにアクセントが入力されたステップは瞬間的に音量が上がると同時にフィルターが開いて明るめの音色になります。そして次はタイ、そしてレガートです。タイとレガートはこちらのテンポ、ゲートレングスのノブを使います。今回は2と3ステップ目を同じ音程でタイで結んで、3ステップ目と4ステップ目は音程を変えてレガートさせます。まずレコーディング機能をオンにします。1音目を入力します。そして2音目を入力するんですけども、テンポノブを右いっぱいに回します。この時オクターブの LED が赤く変化しますので、8になるまで回し切ります。
そして3ステップ目にも同じようにゲート情報を入力します。4ステップ目には別の音程を入力します。そしてレコーディング機能をオフにしてプレイバックしてみます。2と3ステップ目がタイで結ばれ、3と4がレガート演奏されているのがお分かりいただけると思います。続いてグライドです。つまりはポルタメントなんですけども、2つの音程を滑らかに移動させることができます。ここでは2と3ステップ目にタイとグライドを入れてみたいと思います。レコーディング機能をオンにして1ステップ目を入力します。次のステップには先ほどと同じようにテンポ、ゲートレングスノブを右いっぱいに回します。そしてグライドノブを右方向に回します。これでグライド情報が入力されました。そして3ステップ目はテンポ、ゲートレングスノブを使って音の長さを伸ばします。4ステップ目には別な音程を入力します。これでレコーディング機能をオフにします。効果が分かりやすいようテンポを少し遅くします。ステップ2から4の音程が滑らかにつながっているのがお分かりいただけると思います。ちなみにゲートの長さはオクターブ LED を見ながら1から8の範囲で調整できますが、ノブを左に回して音を短くした場合にはスタッカートになります。なおゲートの長さを細かく設定する場合にはサステインスイッチをオンにしておくと音の長さの違いが分かりやすくなります。次はレスト、給付ですね。給付を打ち込むためにはこちらのホールドレストボタンを使います。ここでは3ステップ目に給付を入力したいと思います。まず1ステップ目、そして2ステップ目を入力します。そして次にレストボタンを押します。こうすることで3ステップ目が給付となります。そして最後に4ステップ目を入力します。これでレコーディング機能をオフにしてプレイバックしてみます。次はラチェットです。これは一つの音を短く繰り返すということなんですけども、ラチェットを入力するにはシフトボタンとグライドノブを使います。ここでは3ステップ目にラチェットを入力したいと思います。ラチェットの効果が分かりやすいようサスティンスイッチをオフにします。1音目の入力、そして2音目の入力、そして3ステップ目に音を入力するんですけども、シフトボタンを押しながらグライドノブを右に回します。そうするとオクターブ LED が黄色に点灯するんですが、これはラチェットの回数を表示しています。最大が4、左に回すと3、2と減っていき、1ではラチェット効果はありません。4ステップ目でレコーディング機能をオフにしてプレイバックします。3ステップ目の音が短く繰り返されているのがお分かりいただけると思います。ここからはですね、パフォーマンス機能について触れていきたいと思います。例えば先ほどのラチェットは再生中に行うことも可能です。シフトボタンを押しながらグライドノブを操作します。アクセント、音を強くする機能ですけども、これも再生中に操作が可能です。シフトボタンを押しながらリセットアクセントボタンを押します。給付も再生中に操作が可能です。シフトボタンを押しながらホールドレストボタンを押します。ちなみにこちらのホールドボタンなんですけども、再生中に操作すると特定のステップを繰り返すことができます。こちらリセットボタンなんですけども、これを押すと強制的に1ステップ目に戻すことができます。ちなみにポーズ、一時停止の機能もあります。ランボタンを使います。
再びランボタンを押した場合は、一時停止した次のステップから再生されます。はい、そしてこちらスイングです。こちら音の位置を微妙にずらして様々なグルーブを作ることができます。シフトボタンとテンポノブを組み合わせます。トランスポーズ機能です。こちら三角のボタンでオクターブを選んでキーボードで音程を選択すると再生中のパターンが移調されます。キーボードモードで打ち込んだ音はステップモードにすることで編集することができます。シーケンサーに関して個人的にはまずキーボードモードで感覚的にフレーズを作ることに慣れてからステップモードで細かく編集するという方法をお勧めします。後ほど改めて触れますが、ステップモードに入るにはシフトを押しながらステップボタンを押します。ここでは2ステップ目にラチェットを入れてみたいと思います。そのためにはまず2ステップ目を選択します。シフトを押しながら2ステップボタンを押してください。そしてシフトを押しながらグライドノブを右に回します。今回はラチェットの回数を3に設定しました。そしてランボタンを押してプレイバックします。ちなみにステップ数ですが1から8だけではありません。シフトボタンを押しながら黒鍵のボタンを押すことでページを切り替えることができます。1から8、9から16、17から24、そして25から32。最長で32ステップまでの入力が可能です。こちらのセットエンドボタンを押すとステップ数を任意の数に設定することができます。マザー32ではパターンの保存が可能です。セーブデータの階層なんですが、まずバンクが8つあり、その下にロケーションとしてそれぞれのバンクに8つずつ格納できます。初期設定ではバンク1のロケーション1に保存されます。バンクを選択するにはパターンボタンを長押しします。そしてロケーションを選択するにはシフトとランボタンを長押しします。ちなみにこちらロケーションが選択されている状態です。三角のボタンで任意のロケーションを選択できます。そしてセーブを実行するにはシフトを押しながらランボタンを押します。セーブをキャンセルする場合にはランボタンを押します。続いてレストアという機能です。エディットしたパターンを保存済みの状態に戻したい場合に使います。パターンボタンを押しながらリセットボタンを押します。こうすることで保存済みの状態に戻すことができます。はい、そしてここからはステップモードでの打ち込みについてお話ししたいと思います。先ほどもお話ししましたが、ステップモードに入るにはシフトボタンを押しながらステップボタンを押します。次にテンポを設定します。テンポノブを回した後、ランボタンを押して任意のテンポに設定します。次にパターンの長さを設定します。セットエンドボタンを押しながら任意のステップを設定します。ここでは4ステップに設定しています。ステップ数を変えたい場合には再びセットエンドボタンを押しながら任意のステップを選びます。
特定のステップを選択するにはシフトを押しながら任意のステップを選びます。ステップモードでは同じ音程がステップに並ぶため自分で音程を変更する必要があります。ここではステップ1の音を C の4という音程から A の5という音程に変更してみます。まずシフトを押しながらステップ1を選択します。そしてオクターブで5を選択し A の音を選択します。入力が終わりましたらシフトを押しながらステップ1を押して編集を終えます。次にここでは2ステップ目にラチェットを入れてみたいと思います。シフトを押しながらステップ2を選択します。そしてシフトを押しながらグライドノブを右に回します。今回はラチェットの回数を4に設定します。入力が終わりましたらシフトを押しながらステップ2を押して編集を終えます。続いてステップ1にアクセントを入力してみます。演奏を一旦止めます。そしてシフトボタンを押しながらステップ1を選択します。次にリセットアクセントボタンを押します。入力が終わりましたらシフトを押しながらステップ1を押して編集を終えます。続いてパターンのシフトです。これは三角のボタンを押すことでステップが展開する機能です。ここではステップ1を隣の2と3にずらしていきます。今ここではステップ1の音がステップ2に移動しています。さらにもうワンステップ右に移動してみます。はい、これでステップ1の音がステップ3まで移動しています。そして左側に移動させることで元に戻すことができます。最後になりますが、ステップモードではオクターブの LED でパフォーマンスの状態を確認することができます。このように5番目がグライド、6番目がラチェット、7番目がアクセント、そして8番目がレストを表示しています。はい、ということで今回はシーケンサーについてお話ししました。これら小さなボタン一つに様々な機能が割り当てられているために、これらを習得するには少々時間がかかると思います。しかしながらこのマザー32の小さな躯体で音作りだけでなく、内蔵シーケンサーでパターンを作ることができるという意義は大きいと思います。次回の解説動画ではパッチやその他の機能についてお送りしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。